こんにちは、トミーです。今、テレワークや外出自粛のために家で過ごす時間が増えている方多いと思いますが、そんな今は後回しにしがちなクローゼットの整理、特に手持ちの服を見直す良い機会ではないでしょうか。そこで今回はクローゼットを整える方法を紹介していきたいと思います。動画は2部構成になっていまして、前半ではクローゼットツアーということで、まずうちのクローゼットと私の服を紹介します。後半では私がどのようにクローゼット、特に服を整理していったのか、3つの方法を紹介したいと思います。それではどうぞ。うちのクローゼットは3つに分かれています。1つは私専用、1つはリエさん専用、3つ目はクローゼットというより倉庫として使っています。まずこの倉庫を簡単に紹介すると、ピクニックマットや電気ストーブ、あとは食品ストックが多いですね。缶詰やレトルト食品、右の Amazon の箱はお米ですね。あと一番下は水が入っています。続いて私のクローゼットを紹介していきます。我が家では共有しない私物は基本自分のクローゼットに収納するようにしています。なので服はもちろんですが、趣味のものも入っています。まず上段から、左側には MacBook やカメラなどの空箱を置いています。右側には各種書類や趣味でやっているフィルムカメラのネガやプリント、あと DIY で使う紙やすりなどを無印のファイルボックスに入れて置いています。服は一旦飛ばして下段を先に紹介します。右側の引き出しにはカメラや DIY の道具が入っています。このカメラは先ほど言ったフィルムカメラです。スウェーデンのハッセルブラッドというフィルムカメラで、中盤のフィルムを使うカメラになります。上からファインダーを覗いて撮るカメラなんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。このカメラで撮ったフィルムやプリントは先ほど紹介したクローゼットの上段にファイリングしておいています。撮った写真は私のインスタグラムに載せたりしていますので、もし興味のある方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは服の紹介に戻りましょう。その季節に着る服をハンガーにかけています。まずトップスはスタンドカラーの長袖シャツで固定化し、3枚で回しています。こちらは無印良品のオックスフォードスタンドカラーシャツになります。トレンドである身幅が広いボックスシルエットになっており、厚手のオックスフォード生地が使われていて結構しっかりした作りになっています。身幅が広い割に着丈が短めになっているので、ゆとりがあってリラックス感はあるけど、やぼった印象にはなりにくいです。特徴的なのが裾が直線的にカットされている点で、シンプルな印象が気に入っています。同じシャツを色違いでネイビーも持っています。こちらは去年の型で裾が少しラウンドしているんですけど、ほぼ見た目の印象は変わらないです。続いてこちらはエマクローズのバンドカラーシャツになります。リネン素材なので夏はこちらを着ようかと思います。続きましてパンツの紹介に移ります。今の季節はこの3本で回しています。こちらはユニクロ U のワイドフィットテーパードアンクルチノになります。同じものを2本所有しています。ワイドパンツなんですけども、テーパードしていてカジュアルになりすぎないシルエットなので会社にも着ていけます。しっかりとしたチノ生地なので、あまり体の線を拾わずシルエットが綺麗に出てくれます。続いてこちらが無印良品のメンコン二重編み撥水イージーパンツになります。名前にあるように撥水加工がされているので、雨の日はこれを履くようにしています。位置づけとしてはいわゆるスウェットなのですが、細めでスラックスのように綺麗なシルエットが気に入っています。はい、続いて羽織物を紹介します。
こちらは無印良品の乾きやすい縦横ストレッチ V ネックカーディガンになります。素材がポリエステルを使っており、とても張り感がある素材感になっています。そのためノーカラージャケットのような綺麗な印象です。同時に適度にゆとりのあるシルエットになっているので、そこまでフォーマルにならずリラックスした印象を作ることができます。もう一つはユニクロのライトダウンジャケットです。こちらはユニクロ U のラインで出されたもので V ネックになっているのが特徴です。もう 2,3 年前のものですけど、未だに愛用しています。またハンガーにはかけていなかったのですが、少し肌寒い時に着ているのがこの無印のしっかりした編み地で作ったクルーネックセーターポリエステルです。ポリエステル 100% のニットになっており、張りがあって型崩れしにくく、適度に光沢もあって高見えするアイテムになっています。冬はこの上からオーバンストールをマフラーとして巻いて外出していました。こちらはスーツになります。職業柄普段の仕事は先ほど紹介した服装で行っているのですが、ちょこちょこ必要なシーンがあるので保有しています。また同様に礼服についても、いざという時に慌てないようにするために大人として持っていくようにしています。あとリュックについてもこのようにハンガーにかけて収納しています。このリュックはアークテリクスというカナダのアウトドアブランドがメッセンジャー向けに作ったモデルで、完全防水になっているのが特徴です。普段使いから海外旅行までこれ一つでこなしてくれます。その下にある衣装ケースには下着類やハンカチ、あとは T シャツなどが入っています。下の段にはセーターなどの季節物や、あとその奥にはスーツに合わせて着るワイシャツやネクタイが入っています。はい、以上がクローゼットツアーになります。いろいろ思うところはあると思いますが、重要なのはどういう考えでこのようなクローゼット、ワードローブに至ったのかということだと思います。ここからはクローゼット、特に服を整理する3つの方法を考え方も含めて紹介していきたいと思います。前回の部屋を整える3ステップという動画でもお話ししましたが、まずやるべきは不要なものを手放すことです。今回の動画では服を買うなら捨てなさいという地引久子さんの本を参考に、私が実践している特に服に特化した具体的な話をしていきたいと思います。まず皆さん、毎日違う格好をしないといけないと思っていませんか？私もそうでした。先ほどの本の中でこれをバリエーションの呪いと呼び、雑誌やアパレル業界が作り出した幻想と指摘しています。おしゃれとは決して毎日違う服を着るということではなく、自分に似合うワンパターンを見つけることと言い切っています。確かに周りのおしゃれな人を思い返してみると、だいたいいつも同じような服を着ているし、バッグも毎日同じものを使っていました。なので、たとえそれがまだ着れる服でも高かった服でも、着た時に気分が上がらない、似合わないような、いまいちな服は手持ちから排除していきましょう。インテリアもクローゼットもまず考えるべきは、何が気分を下げているかを見つけること。それを排除するだけでおのずと整ってきます。今後服を買うときには、新しいアイテムに手を出してバリエーションを広げようとする前に、まず定番のものをアップデートすることを心がけましょう。違うものを買い足すのではなく、すでに持っている定番のものを買い替えるという意識で買い物をするのです。私の定番スタイルは長袖シャツと黒のパンツ。会社とプライベート両方で着ています。そしてこれらは1年、2年で買い替えてアップデートしています。理由は2つあって、1つはシンプルでベーシックなアイテムほどトレンドに左右されるからです。ユニクロ U の有名な T シャツも毎シーズンシルエットや素材がアップデートされています。2つ目の理由は結局服は消耗品だからです。
どんなに高い服でも洗濯を繰り返すと傷んできます。割り切って毎シーズン早いサイクルで買い替えていく方が気分が良いです。また服を選ぶ際に参考にしているのがドレスとカジュアルのバランスです。これは MB さんがこちらの本の中で提唱している法則で、おしゃれな人は着こなしのドレス・カジュアルのバランスをうまくとっているというものです。例えば私のこのスタイルで言うと、アイテムは襟付きシャツでドレスに、でもシルエットはルーズなのでカジュアルに、そして色はモノトーンでドレスにするといったようにコーディネート全体でバランスさせることを心がけています。ちなみにこの法則を知った時、おしゃれってロジックなんだなと感心したことを覚えています。まずハンガーを統一しましょう。ハンガーを統一するだけでクローゼットがすっきりして見えます。私が使っているのが IKEA の木製ハンガーと無印のハンガーです。でも実は最近ママハンガーに変えようかと検討しているところです。肩のラインが緩やかで型崩れしないということなんで、そこがすごい惹かれているポイントです。また突っ張り棒と S 字フックを使った吊り下げる収納が便利です。私の場合はこのクローゼットの右側のちょっとしたデッドスペースに100均の突っ張り棒をして、そこに S 字フックをかけてちょっとした細々としたもの、例えばサコッシュとかサングラスとか帽子をかけて収納しています。また収納ケースを使う場合にはモジュール化されたものを使うのが便利です。例えば無印のポリプロピレン収納ケースは1段ずつバラ売りされており、大きさが違うものを組み合わせて使うことができるようになっています。これによって手持ちの収納ケースを1段足したいとか減らしたいとか、あるいは積み上げていたケースを横に並べたいという時にフレキシブルに対応できます。はい、いかがだったでしょうか。今回はクローゼットツアーをした上で、私が実践しているクローゼットを整える方法を紹介しました。ちょうど季節の変わり目でもあるので、これをチャンスと捉えてクローゼット、特に手持ちの服を見直してみてはいかがでしょうか。また暮らしやインテリア、ミニマリストに関する情報を発信していきたいと思いますので、よかったらフォローをお願いします。もし聞きたいこと等あればコメントにお願いします。それでは今日はここまで。終わり。